皆さんいかがお過ごしでしょうか。文系アクアリストのハテナです。はい、ということでですね、皆さんもう年末ですね。おそらくこれが年内最後の動画になるかと思いますが、いや皆さん年末お忙しいですよね。やっぱりね、年末と言いますといろいろやらないといけないこととかたくさんあります。で、今回なんですが、年末といえば大掃除ということで、アクアリウム部屋の大掃除をね、お見せしていこうと思います。ですので皆さんもぜひこの動画を見ながらね、皆さんのお部屋を掃除されればなんかね、いいかなと思いますので、一つのきっかけにしていただけたらと思います。で、アクアリウム部屋の大掃除と言いましたら、まずはやっぱりこのフィルターですよね。こちらはですね、エーハイムの2271プロフェッショナル4というね、ものになります。で、このフィルターね、めちゃくちゃ良くて、通常の2213とかと比べると、ろ過容量自体も大きいんですけど、これ何よりね、フィルター径が太いです。で、そのおかげでフィルターがね、詰まりにくくて流量低下っていうのが結構ね、遅らせることができるんですけど、これ見てください。かなりですね、流量低下しております。それもそのはずで、この外部フィルター多分ね、半年、いやもうちょっと多分10ヶ月とか下手したらもう放置状態だったと思うんですよね。で、中全然開けてなかったので、こう引っ越し前のところからもうそのまま持ってきて使ってるっていう状態ですので、もうかなりですね、流量低下しております。はい。ですので、今回これ久しぶりにね、この2271のフィルター掃除っていうのをまずやっていきます。はい。で、このフィルターね、もう一個いいところがあって、これがね、ダブルタップじゃないっていうところです。結構ね、私、ダブルタップ、皆さんね、好きで使ってらっしゃる方多いと思うんですが、私、あんまり得意じゃないというか、ちょっと苦手なんですよね。なんかうまく、こう、2箇所もね、外すのめんどくさいっていうので、このフィルターに関しては、この根元から、ポンとね、外すことができて、この本体をそのまま洗うっていうことができます。はい、ということでベランダに持ってきました。ようやくですね、夏に使っていた子供のプールも片付けて、はい、もうやっとですね、このベランダも広く使えるということになっております。なかなかね、やっぱりこう掃除っていうのは、こう気合がね、一回入らないと、スイッチが入らないとできないっていうところですよね。はい、ということで、これもかなり久しぶりに中身を開けることになります。さあ、どうなっているかっていうことなんですが、案の定、めちゃくちゃ汚れてます。そらそうですよね。もう半年、下手したらもう半年以上、全く中身手つけていませんでしたので、さすがのエーハイム2271プロフェッショナルでも、これぐらいね、汚れは溜まってきます。さあ、皆さんもね、ぜひこの際、フィルターの掃除、中ね、開けてみたくなったんじゃないでしょうか。ぜひ掃除をね、していただけたらと思います。はい。買ってよかったものランキング、結局私多分今年やらないんですけど、このエーハイムの2271、今年ね、買ったわけじゃないんですけどね、これ本当に、いや、おすすめです。なかなかこう、目詰まりもしにくいですし、先ほど言った通り、やっぱりね、フィルター径っていうのがかなり太いので、本当にね、目詰まりしにくいです。はい。流量低下っていうのが、かなりね、遅らせることができるフィルターになっておりますので、少々の、水槽の大きさ、例えば60センチぐらいであれば、もう全然これ使えますし、下手したら45センチとかでもね、使えなくはないフィルターだと思いますので、ぜひ皆さんこれね、検討していただけたら、いや、めちゃくちゃ楽になりますので、はい、A ハイブのね、ちょっと回しもんみたいな感じになりましたが、本当にこれいいんで、はい、ぜひ検討してください。はい、ということで、いろいろね、このフィルターとか、大掃除っていうのをお見せしながらですね、ちょっともうせっかく年末ということですので、いろいろね、お話もしていこうかなと思います。はい、ということで、今年1年振り返ってですね、いろいろ本当にありました。で、ちょっと振り返ってお話をしていきますと、私、もともと20畳弱のですね、結構広い、テナントっていうのを借りておりました。で、それをですね、もうちょっとね、解約をするということで引き払う決断を昨年したんですよね。で、それの引っ越しっていうのがようやくこの春、4月5月あたりに完了したということでね、いやもう本当にいろいろありましたよね。いい面も結構たくさんありました。正直ね。で、私の妻なんかもですね、解約するでっていう風に伝えた時には、ちょっともったいなくないみたいなね、ことを言っ
ってくれたぐらいは割とまあ応援はしてくれていたんですよね。はい。まあただまあいろいろ不動産屋さんとのまあトラブルもありながらも、私の中ではね、なんとなくもう気持ちがなんていうかこう萎えたっていうかね、まあそういうとこだったんですよ。だから部屋自体はまあ非常に良くて、まあね、良かったんですけど、はい、まあ、やっぱ広かったんでね、まあ、私の趣味のスペースとしては、まあ、広すぎるぐらいの、ね、広さだったんですけど、本当に使い勝手も良くて、まあ、螺旋階段っていうのがね、一番、まあ、ネックにはなってたんですが、まあ、非常に、私は気に入っておりました。はい、で、ちょっと今だからね、言えることなんですけど、実はこの20畳弱、まあ、2階、螺旋階段で、しかも駐車場付きっていう条件で、実はね、月々5万円だったんです。安くない？ 20 畳で5万、しかも駐車場ついてるってめちゃくちゃ安いでしょ。まあ、田舎なんでね、まあ、それぐらいっていうのはありえるんですけど、もう他のね、そういうテナントとか商業物件と比べるとめちゃくちゃ安かったんですよ。だからそれがあって、まあ、ちょっともったいないなっていう気持ちもあったっていうのは正直あるんですけどね、まあ、こんないい条件の、まあ、物件でなかなかないので、はい、まあ、それでも、まあ5万ってね、まあ、皆さんどうですか？毎月5万、まあ、自動的になくなっていくわけなんで、いや割と痛いでしょう。なんで、やっぱりその辺は、まあ、結構家計的にはね、まあ、厳しいところはあったんですけど、はい、まあ5万なんでね、もうちょっと継続、まあ、しようと思ったら全然できる範囲内だったかなというふうに思うんですが、まあ、ちょっとね、まあ、気持ちがね、切れてしまったところがありましたので、まあ、泣く泣く解約ということになってしまいましたです。それからもね、私結構土地とか、近辺のね、このテナント物件とかね、だいぶもう検索はし続けてるんで、いや、これまたちょっと手出したらどないしようかなっていう風に、まあ、それぐらいまあ良かったのは良かったんですよね。趣味の部屋をね、やっぱり家族にこう、まあ、迷惑家の中でかけないっていうのは非常に良かったので、まあ、それはね、一つ大きなメリットでした。はい。で、まあ、実はそのテナント物件ね、3階建てで、3階別の方入ってらっしゃったんですけど、近日中にちょっと出るみたいで、出てたんですよね、物件情報が。で、なんと4万円でした。ただ、螺旋階段3階なんで、まあ、ちょっとこれはさすがにね、いやー、厳しいかなと。2階でもめちゃくちゃしんどかったんで、もう二度とこの引っ越ししたくないっていうぐらい、本当にきつかったんでね、まあもうさすがに、それが3階になってもいくら4万円で安くなったとしてもね、ちょっと私はもう手出さないかなと思ってるんですが、いやーもう心揺れるよね。いや、それぐらい本当にこの、趣味の部屋を借りるっていうこの男のロマン。いや、まだ私諦めてないんで。いやーもうなんかね、もういつかまた機会があったらね、まあ、どこかで挑戦はしたいなっていうふうには思ってます。はい、まあそれぐらい夢の時間でしたよね、本当にね。まあその不動産屋さんがね、まあ、本当にそこっとトラブルがなかったらば多分継続しとったんで、まあ同じね、この物件はやっぱりその不動産屋さんが管轄してはるんでね、まあもう一回ちょっと契約っていうのはさすがに、まあ、ないんで、はい、もうそれはないです、正直ね。はい、って言っててで言うてて来年どうなってるかもわかんないですけどね、まあないです。はい。はい、ということで、フィルターの掃除が終わりました。はい、とりあえずですね、この A ハイム2271の、デメリットとしては、付属品、例えばウールマットとかが結構高いんですよね。ですので、私ちょっと自分で、加工して、市販のめちゃくちゃ安いウールマットを使ってやっております。はい、とりあえずですね、流量は復活いたしました。まあ同時にパイプの掃除とかもねしたらいいんでしょうけど、ちょっと今回はやめておきます。はい。で次さらに掃除をしていきます。お次はですね90センチ水槽の下にあるろ過槽です。これもですね立ち上げて、もう半年以上経ちますね。もう8ヶ月ぐらい経つかなと思うんですが、これもですね全然ちょっとメンテナンス掃除をしておりませんでしたので、ここで少しだけねメンテナンスをしておこうと思います。で、ウールマットの交換だけをしようかなと思いまして、ちょっとね古いウールマットを今出してるんですが、これ見るとですね正直そんなに汚れてないです。はい。このオーバーフロー水槽のオーバーフロー管、いや非常にですねこれメンテナンス頻度っていうのを本当に低く、することができると思いますので、いや非常にですねこれ楽ですね。
正直水草水槽には合わないかなと思うんですが、この生態メインとかね、陰性水草中心の水槽とかには非常にこれねぴったりのろ過の方法だと思います。はい、これも初めて私今年、オーバーフロー水槽っていうのを自作で作りまして、いやこれ本当にですね良かったです。はい、いろんなねこの世界がやっぱり広がったなというふうに思いますので、これはやってよかったなというふうに思います。はい、でまた今年の振り返りに話戻しますが、やっぱ今年ですねめちゃくちゃハマったのがやっぱアガベとか開墾植物、珍奇植物ですよね。もうこれめちゃくちゃハマりました。はい、やっぱアクアリウムとの違いっていうところでお話をしますと、やっぱり水中の植物っていうのと、水上っていうのはやっぱり全然違うと言いますか、やっぱり成長のね安定度合いっていうのはやっぱりかなり差があるんですよね。溶けるとかっていうのがまずないので、水草で言いますと例えばブセとか溶けたりしますよね。それがないっていうのがこの、アガベとかの良さではあるかな。やっぱ育てやすいっていうところがね、一番非常にいいかなと思います。はい、で、ただですねやっぱりデメリットとしては虫です。はい、ちょっとここから皆さんねご注意ください。虫が出ます。はい、これダニっぽい虫がね非常についております。先日買ったばっかりのマクロレンズの使い方これっていうねいや本当に皆さんありがとうございました。いろいろね、お話、この撮影機材も結構ハマりまして、この特に年末にかけてねもう非常にもう散財してしまいましたが、いやもういろんなねコメントもたくさんいただきまして、アドバイス本当にありがとうございます。そのアドバイスを受けて撮った初めての映像が虫っていうね、しかもなんか害虫っていうね、非常に何とも言えないんですけど、はい、一応ね害虫駆除っていうところも、定期的にはやっております。それでもね、やっぱり湿度高いのか虫がつきやすいんですよね。これがやっぱアクアリウムとこの植物両方やるっていう時の、もしかしたらこれがデメリットになってくるんかなと思うんですが、やっぱりね虫が結構つくんですよね。一応定期的にベニカとか花糸しですかね、そのあたりをローテーションしながらやってるんですが、何分ズボラなもので、なかなかね間が空くとやっぱり虫がね結構ついてしまって歯がやられたりっていうのが本当にあるんですよね。ちょっとその辺はしっかり、次年度来年度はねやっていきたいなっていうふうに思うんですが、やっぱりこの守備結構いろいろやることありますんで手間かかりますからね、時間に本当に追われるっていうところは正直ありますよね。それがね本当に楽しい、楽しい一面ではあるんですけど、もうちょっと育成の方にも力を入れていけたらいいかなっていうふうに思っています。はい、であとは今年度ですね、チャンネル登録者数5000名をありがたいことに達成いたしまして、いや本当にですね普段見ていただいて、コメントたくさんいただいている皆さんのおかげでここまで続けられているというふうに思っております。でライブ配信をですね1回だけ、もう今年1回ちょっとさせてもらってめちゃくちゃ楽しかったんですよね。ライブ配信の内容っていうのはアガベのプレゼント企画っていうのをさせていただいて、それのね、結果発表っていうことでさせてもらったんですが、本当に楽しかったんですよね。ただなかなか普段で私、仕事もありましてね、家族もいてますので、なかなかこのライブ配信っていう時間が取れずに、時間がどうしても経過してしまってるっていうところがあるんですが、これもね、どっかでやっぱりやりたいなっていうのは正直あるんですよね。はい、でそんな中ですね、実はお声をかけていただきまして、ちょっとライブにお呼ばれをされてしまいましたはい、ちょっと今この動画ね見ていただいてる日付がですね、おそらく27日の金曜日だと思うんですけど、もうねすぐ、29日にちょっととある方のライブにお邪魔をするということになりました。いやちょっと初めてですねお声掛けいただきまして、でちょっといろいろね実は個人的に縁のある方だったので、喜んでお受けをさせていただいたんですが、もう何分私コミュ障なもんで、いや本当にねもうちょっと不安しかないんですけど、もうライブ配信でねいろいろいろんなことでお話しして、楽しい時間を過ごせたらいいなと思っております。ぜひ皆様ねご参加いただけたらね、一緒に楽しい時間を過ごせたらと思っておりますので、この年末まだよろしくお願いいたします。それでは2024年の皆さん本当にありがとうございました。ぜひこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは皆さん良いお年を。